信じられますか？幻冬がオンラインになってもうすぐ2年になります。地図は3つの時空を超えています。ハイドの終わりから細胞科学技術、そして国風終戦まで。しかし幻冬の歴史は200年も経っていません。正確な幻冬の今までのタイムラインは181年しかありません。幻冬は軽い SF ゲームですが、でも時間的には延長されました。私たちが今使っている暦は、西暦2316年人類は第一級エラ星を発見しました。同じ年に巨大植民地飛行船エンボー号が出港しました。船の全員が休眠状態に入った。紀元2531年まで、飛行船は隕石に遭遇して変年史を本格的に始めた。現在のゲーム時間は2712年です。つまり幻冬の全ての歴史は、この時間内に起こったのです。スパンは181年と短い。封建王朝の時間さえ長くありません。しかしこのわずか100年以上の間に、人類は宇宙探査で輝かしい文明を開花させた。今回は9つの人類の発展を見ていきます。現在ゲームで見つけられる資料の中で、最初の時間記録は西暦2552年です。人類はエイリアンの遺跡を発見した。スーパーコンピューター列の最近の解析によると、原エネルギーを基盤とした自称技術の発展、幻冬の外観性放送で、ブレビューの暴露によって、宇宙カプセルの存在が分かりました。この宇宙カプセルの最大の可能性は、西暦2531年隕石攻撃で消えた10号移民室。彼らは宇宙船の人口の10分の1を占めています。10号室が消えてから9つの領域に現れるまではシームレスだと仮定します。つまり人類が最初に9域に足を踏み入れたのは西暦2531年です。これは遺跡発見に21年の空き時間があります。もっと具体的な情報は監修バージョンで放出されると思います。この時間は同時にゲームの下敷きも満たしています。微集客室の近くに NPC があります。彼の話は9域を同化して外部と連絡を失った。100年以上経っています。時間的に一致します。次の時間濃度は西暦2664年です。大災害が起きた後、波動が9域の遺跡に影響を与えた。シールド効果を無効にする。大晦日に退去して9域に侵入し始めた。しかし事実は本当にそうなのでしょうか？その前に書面で記録してあります。これが今回のビデオの主役です。龍炎下の童話。西暦262年。龍昇塔が繋がっている原曲空間は運悪く襲われました。この手がかりが私たちに分かりにくい新しい章を開いてくれたのです。暗闇は常に存在する。ただボスのスハハは9域に封印されています。高レベルの暗雲は全ての原曲遺跡に封印されている。つまり群竜無種の状態にあります。大惨事の後まで状況が変わったのです。このタスクのトリガーはメインタスクの中で、竜への入る通路の中に穴がある。中に竜玉が見えます。その後この玉を持って天川市に行って質屋の主人を探します。マスターがドラゴンを探していることがわかります。スミ師匠と話す。彼は興奮するだろう。急いで家に招待して話をする。でもスミさんは高齢です。記憶力に問題が生じる。よく道を間違える。でもそれは確かに彼のせいではありません。タイムラインから推算する。スミさんの年齢は少なくとも89歳だ。この勢いを見てください。90歳の高齢とのつながりは本当に難しいです。道行く人に導かれて、スミさんはやっと家を見つけました。でもノートがなくなりました。はい、さっき彼は家に帰りながらノートをなくしていました。私たちの努力の下で、やっとノートを全部揃えた。事件の全貌も分かった。ノートはスミさんの父親が残したものです。その中にはキーパーソンのコタンが記録されています。彼女はスミ匠の母になった。ずっと前に、人間は龍炎で原玉空間の存在を発見した。龍昇塔を建てました。時空の亀裂を開けて原玉空間に入るためのものです。また龍昇塔は通信を維持する役割もあります。これもゴールドラッシュを催促しています。無数の探検家が続々とここに来た。それぞれの原玉空間に宝を探しに行きます。これはまた9つの分野に新しい技術をもたらします。人類文明を最短で飛躍的に進歩させることができるようにする。コタンは探検愛好家だった。でも偶然にもスミさんの父親と結婚しました。そして後継者ができました。でも結婚はコタンを牽制できませんでした。彼女は子供を育てることにあまり興味がない。愛夫京子の生活にも飽きた。子供ができてからも探検している。コタンはついに新しい原玉空間を発見しました。この空間の経験がコタンを変えたのです。家族に復帰した。母の責任を負う。でもいい景色は長くない。1年後、龍昇塔に異変が起こった。原玉空間に問題が発生した。コタンは決然としてその中に入った。中の仲間を救いたい。結局帰ってこられなかった。この後龍昇塔は廃棄されます。龍玉は行方がわからない。しかし、マスターの父親は諦めなかった。優れた職人技術に頼っています。龍玉を作りたい。ついに手探りの中で、実践は龍玉の原材料を作り出した。玉と毛玉の工石です。これはスミさんから依頼された材料でもあります。材料を集めた後、スミさんは龍玉を作りました。龍淵に龍昇塔の修復を依頼しました。ここで言っておきます。多くの人は信州の工程の落差が大きいと思っている。地形が複雑で設計が悪い。信州の地図のデザインは本当に心を込めています。龍炎で言えば、多くの人は山を越えて見つからないかもしれません。しかし実際には信州岩に入った後、関口を左にすればまで直行できる。これは山を越えるよりもはるかに良い。信州のほとんどの標識地点は道が繋がっています。山登りは逆に時間がかかることがあります。龍炎に来たら大型龍像が見えます。こちらは龍の塔。龍玉で龍昇塔を補修し始めた。未知の通信を聞くことができます。修復が進むにつれて、
音もはっきりします。誰かいる？流昇島任務も同じく信州で最も煩雑な隠れ任務である。ドラゴンタワーを修復するためには全ての破片を集めなければなりません。天川市で購入できます。全てのゴシップ転送陣を開通しても一つを得ることができます。そして狂ったようなジャンプにジャンプします。具体的な取得過程は他のアップの解説を参考にしてください。ふーちゃんここでは詳しく述べないでください。全てのドラゴンを集める。流昇島は修復されました。後で小さなカエルから招待されます。こんにちは。まだいますか？私と話してくれませんか？原玉空間の入り口に来て。そう、目の前にあるのは宇宙空間。それは世界ですか？一応は来たような感じ？テキストの紹介を見てみましょう。その空間を発見した後、周囲を空間安定剤で補強する。外から見ると大きな壺のようだ。私たちが立っている位置は段口です。だから原玉遺跡は高い山に隠れていないかもしれません。地下にも埋まっていません。しかし、小さな箱の中で、これでなぜ9域の原玉遺跡が外観と一致しないのかが理解できる。終戦小説の設定なら、この空間を古世界と呼ぶべきだろう。執行者は一瞬在観点を思い浮かべた。実はここはチャンネルを超えてチャットしています。実行者は観点はこうだと思っています。実はカエルが見た空はこうでした。だから知ることはとても重要です。そうでなければ実行者のように天を見ることになる。原玉空間に入ったら、目の届くところは破裂した基地の破片だ。ここはかつて探査のために建設された基地局です。不運な襲撃事件で廃棄されました。すぐにカエルを見つけました。これが目の前の小さなものです。身長こそ膝に匹敵する。機械の手足がある。顔のパネルです。試作品は探索ロボットです。しかし基地が襲われた後、基地の送流システムは小さなものにバックアップしました。結局小さいもののメモリが小さすぎました。基地システムに問題が発生しました。でもこれはまだ終わっていない。記憶を失った後、認知の基礎を再構築するのは童話の本です。そのため、おとぎ話に頼らなければなりません。何かを表現するには童話で表現しなければならない。これはコミュニケーションを面倒にします。でも心配しないで。もっと面倒な問題があります。この空間では、童話の本だけでなくコタンが残したメモもあります。小さなものの認知が再び歪んでしまいました。極めて強い領土意識を持っていることが現れています。仮想的な人格もすべて王子、王。キャプテンの役割。このすべてはコタンの影響を受けています。自分が王子だと言ってた。飛行機で星を発見した。基地を飛行機に例えることです。星は原玉空間に例えられる。飛行機が故障したのは基地が爆破されたことです。会話の後にコタンのメッセージを見つけることができます。彼女がなぜ家族を捨てたのか詳しく記録されています。どうやってここの空間を見つけましたか？しかし記録によると、ここには巨大な遺跡がある。発見できませんでした。爆破されたのか引っ越しられたのかわかりません。私たちが資料を見た後、無人機が地面に落下して影を起動した。画面にはコタンと科学研究チームの人がいます。これは初期の探索段階です。コタンは探検隊の隊長に就任した。でも彼女の性格は少し自慢です。ここを自分の領地だと思っている。同行者の不満を引き起こし始めた。また小さなものを見つけます。王の役に代入されています。王冠を探すように頼まれました。王冠とは一体何なのでしょう。そして下を見る。ここで2つの日誌が見つかります。コタンの遺跡の安全への心配が記録されています。しかし、人々は彼女の命令に耐えられなかった。聞くどころが聞いていない。むしろ彼女を連れて行った。専門知識のない隊長。発掘が安定段階に入った後、もう無駄だよ。写真を撮ることでも見えます。コタンは科学研究チームに送られた。彼女は自分の王冠を失った。クラウンは実はキャプテンとして、小さなものと会話して再び離れました。私たちはまた日記を見つけた。ここの日記はコタンが2度目に救出に来て残したはずです。コタンは去ってから家族に戻った。また小さなものを見つけます。船長になりました。コタンの影響を受けていたとすれば、ここはまたシステム自体に戻ります。乗組員乗客とは過去の探検隊員と科学研究者のことです。船とは基地のことです。私たちは探し続けます。ログ4、6を見つけることができます。その中には信州で地震が発生したことが記録されている。流昇島に問題が発生した。原玉空間はコタンを聞かなかったので安全を強化します。人員が閉じ込められています。コタンは以前発見された隙間で救出に来ました。基地はモンスターに襲われた。小さなものとの対話。蛇の牙が現れたことを知った。船長と蛇の童話は見つかりませんでした。しかし蛇の牙の4文字から、現れた怪物は小さな絡みだと推測できる。ここも上級者に襲われた可能性が高い。そうでなければドラゴンシステムは敵をこんなにはっきりと見分けることはできない。その後ろぐらい映像が出てきました。ここはおかしいです。前に過去を見たのは写真を撮るからです。ここで見た光景は幻覚のようなものです。その瞬間私たちは過去のように。説明するには事象や大晦日のエネルギーの影響としか言えない。もう一度写真を見てコタンを見てチームメイトを見つけた。撤退を手配しました。自分は残って切った後、日記を見つけた。コタンがチームメイトに連絡したことを記録しました。9つの領域に侵入するのを防ぐために、重要なのは彼女の持ち物の中で、買ったばかりの童話の本があります。そしてまた小さなものを見つけました。小さなものにも細かいことがあります。その表情はずっと変わっています。今度は酒飲みになった。隣でストレージディスクを手に入れました。出てきた映像は同じコタンです。彼女は爆薬を取り付けてここに縮こまっている。遺言を残した。また小さなものを見つけます。またカエルのアイデンティティになりました。バラ園を紹介してくれました。バラ園とはここの基地のことです。小さくて醜い花とはコタンの家庭のことです。これもこの物語の一番面白いところです。家族のために基地を離れた。ドラゴンシステムに裏切りを感じさせた。小さくて醜い花のために去ったということです。総流システムは知能とコタンを生み出す関係から離れられない。知能 AI がヒロインを好きになった感情物語を脳で補うことができるような気がします。これも根拠がないわけではない。この基地では、
コタンのことは全て完全に残されている。日記はまあまあだ。しかし映像はとんでもなく。コタンに関する映像は誰が盗撮しているのでしょうか。なぜ彼女が探索した時の行動でも、それともここに戻って救出する行動か、記録されていますか。知能 AI がこっそり人間を好きになったら話が通じます。彼女の振る舞いの性格を真似る。彼女の行動をこっそり記録しています。なぜこんなに多くの映像の中で、コタンの姿をしています。偶然の疑惑にも答えた。なぜ過去のシステムは賢いのか。大爆発後、そういうシステムが麻痺しました。ロボットの小さなものを探索する体内にバックアップしています。でもメモリー不足でたくさんの資料を捨てました。そして動画の本が思考モデルを再構築することに気づきました。これが小さなものの由来です。物語の結末は巧みに小さなものをモーションの中に埋め込む。私たちも童話の本をスミさんに返しました。結末も円満だろう。今期はこれで終わりです。風に注目して違う幻の塔を体現します。